こんにちは、TK キャンプです。今年もいろんなところにキャンプに行ってきました。そこで今回は2024年に行った関西のキャンプ場でベスト3を決めましたので、それをお伝えしたいと思います。その審査基準はソロキャンプで行っても楽しめるかということと、絶景かどうかっていうのをチョイスしてます。最後に去年行った関西のキャンプ場も紹介していきますので、よろしくお願いします。では行きましょう。第1位は滋賀県マイアミ浜オートキャンプ場です。僕がどちらかというと山より海派なので、どうしても滋賀県の琵琶湖がすごく綺麗で1位に選んでしまいますが、すごくおすすめのキャンプ場になってます。金額としても比較的リーズナブルですし、個別サイトを頼むと電源もあったりするので、とにかく初心者さん向きなんですよね。サイトによってはシャワールームもあったりするので、非常にですね、キャンプしたての方、またファミリーキャンパー、女性キャンパーも使いやすい、すごくとても親切で素敵なキャンプ場なんじゃないかなと思います。こんな感じで映えスポットなんかもあるので、とにかく行ったらすごく楽しめるんじゃないかと思います。ただ、風が強い日とかはもろに風を受けるので、風対策なんかはしっかりされた方がいいんじゃないかなと思います。では次に2位は神戸の神戸テラスになります。ここはですね、先ほどの1位のキャンプ場とは違って、なんと街中にあるキャンプ場なんですよね。神戸の景色を一望することができます。で、ここチェックインが4時半からというかなり遅い変わったキャンプ場でもあるんですよね。そういうこともあってか、平日なんかに来ると半ソロで過ごせたりします。で、夜景が何よりこのようにすっごい綺麗なんですよ。神戸の夜景をこのようにですね、眺めながら一日を過ごすことができます。スタッフさんもすごく親切なので非常に優しいです。こんな街中にありながらも焚き火をすることもできます。朝起きてのこの景色を眺めながらのコーヒーっていうのもすごく気持ちよかったので、ぜひお勧めしたいと思います。ちなみにこちらなんですが、24時間稼働している休憩スペースがありまして、ここ冷暖房完備なんです。なので、初めてのテントデビューの方がちょっとうまく対応できなかった時も逃げ込めたりするので、初心者さんにもお勧めしたいなと思います。では第3位は和歌山県茅ノ島無人島のキャンプ場です。こちらは船でしか行くことができません。薪などは港で販売してくれるので、そこで購入したものを持ってきます。ただ、島にですね、木がたくさん落ちているので、それを使って焚き火ができますので、薪は特段購入しなくてもいいかもしれません。この日は夏で非常に暑かったんですが、非常にですね、目の前に海があるということで、すぐに飛び込むこともできて、夏にも向いているキャンプ場なんじゃないかなと思います。ただ、蚊が結構いるので、虫の対策はしっかりされた方がいいんじゃないかなと思います。グループキャンプでこの日は使ったんですが、3人だけだったので非常に特別感がありましたね。で、翌日の指定の時間じゃないと船が迎えに来てくれないので、なんかちょっとサバイバル気分を味わうこともできました。普段のキャンプとはちょっと一風変わったサバイバルなキャンプをしてみたいっていう方は、ぜひこちらを利用していただけると楽しいんじゃないかなと思います。夜は対岸の夜景も綺麗に見えますので、本当に景色も素晴らしかったです。朝日はこんな感じで、息を飲むような美しさが広がってましたね。ただ、お昼間の土日とかは意外とファミリーでたくさんらしいので、ソロキャンプの方は平日が狙い目かもしれません。すっごい水も透明で綺麗で気持ちよかったです。はい。で、ここからはですね、順不動でご案内していきたいと思います。関西のキャンプ場といえばここですね。京都の笠木キャンプ場になります。もうたくさんの YouTuber の方が使われているので、行ったことはないけど知ってるっていう方も多いんじゃないでしょうか。何よりここは予約が不要で1泊1000円でゴミも捨てれるんですよね。非常にですね、素晴らしいキャンプ場だなと思います。で、やっぱり土日とかだともう晴れないぐらいですね、もうキャンパーの方がたくさんということなので、そこだけちょっと要注意なんですが、本当にですね、たくさんのキャンパーの方に囲まれるので、ソロキャンプでひっそりっていうのはなかなか難しいんですけど、安心感に包まれるので、ちょっとキャンプデビューしてみたいなっていう方にはすごくいいと思います。車も横付けできますし、そのあたりも安心ですよね。続いては大阪の森のテラスです。ここはですね、大阪であることを忘れてしまうぐらい森に囲まれたすごく雰囲気のある素敵なキャンプ場なんですよ。で、車の横付けもできるキャンプサイトばかりなので、ここも平日にもかかわらずたくさんのキャンパーが集まってます。やっぱ雰囲気がすごいあって素敵なんですよね。で、ちょっと10分15分と歩くんですけども、
温泉街が近くにあるので、温泉も入ることができます。そういう意味では、ファミリーや女性の方も使いやすいキャンプ場になってるんじゃないかなと思います。マナーのいいキャンパーさんが多いので、結構たくさん人がいらっしゃっても夜すっごい静かになるんですよね。ですので、海とかではなくて、森のキャンプをひっそりと楽しんでいきたいなっていう方は、ぜひお勧めしたいキャンプ場になってます。これ僕がパスタを作ってですね、ひっくり返してしまって何も救助できなかった時の様子になってます。はい、すごく素敵なキャンプ場です。続きまして、淡路島西海岸オートキャンプ場になってます。淡路島はもちろん車でアクセスすることもできますし、兵庫県のところから高速バスでアクセスすることもできます。僕は徒歩キャンプで行ったので、意外と徒歩キャンプで行けます。で、注意していただきたいのは、淡路島って本当に爆風の日が多いんですよ。なので、景色はいいんですけど、風が強いということを念頭に置かないと結構大変だと思います。この日も椅子が倒れたりとか、テントが結構揺れたりとか、そんな感じでした。はい。ただ、やっぱり島の中で海を眺めながらのキャンプっていうのは、ソロキャンプで浸れますので、おすすめしたいキャンプ場の一つです。特にこのキャンプ場でおすすめしたいのが、夕焼けと朝日なんですよね。夕焼けが本当に紫色に染まって、すっごく綺麗でした。はい、風が強いのでちょっと焚き火の時は注意ですね。で、これは朝日だったんですけど、日が昇る瞬間もとっても幻想的です。で、日が昇った後にコーヒーなんかを飲んでゆっくりする時間っていうのはすごく素敵でしたね。はい。ここも淡路島のキャンプ場おすすめしておきます。で、次にはですね、ちなみに温泉施設もちょっと歩くんですけど、ありますので、温泉も入ります。はい。で、次に同じく兵庫県の日本のへそキャンプ場になってます。こちらはですね、比較的売店とかも整ってますし、キャンプしやすい状態なんじゃないかなと思います。何より最寄り駅から歩いて1分2分ぐらいなので、徒歩キャンパーの方にとってもすごく使いやすいんじゃないかなと思います。この日僕は薪ストーブを背負ってですね、一緒に徒歩キャンプしました。冬のまだ寒い日で雪も降ってたんですよね。で、薪ストーブ自体はこの日は暖かかったんですけど、薪煙突がちょっとベコベコになっちゃったっていう、そんな日です。兵庫県が続きます。川の根ベースになります。ここは歩いてですね、ちょっと20分ぐらいちょっと登らなきゃいけないので、バックパックに慣れた方がいいんじゃないかなと思います。こんな形で駐車場に車を止めた後もしばらく山道を歩きます。で、ただ、事前にお願いしておくと、薪とかはですね、置いといてくれたりするので、薪を購入することもできます。ただ、本当に山林の中にあるので、薪とか拾う分でも全然問題ないかなと思います。で、この日、ベコベコの薪ストーブがたたって煙突が折れてしまった様子を他の動画で上げてますので、よかったらご覧になってください。本当は危ないので、皆さん薪ストーブの薪煙突は特に注意しましょう。はい。で、ここは本当にですね、手つかずの大自然という形で、キャンプ場なんですけど、ライトな野営感を楽しめるキャンプ場になってます。ちょっと野営まではできないけど、その雰囲気味わってみたいなっていう方にはおすすめしたいんですよね。で、かなり奥までですね、広大なキャンプ場になってますので、奥に行けば行くほど、本当に野営感増しますので、ぜひここも試していただきたいキャンプ場の一つです。次は大阪の豊国崎オートキャンプ場になります。大阪といってもかなり和歌山寄りの場所にあります。和歌山から神戸が海で見えます。で、海側サイトだったりとか、あとはこういう林サイトみたいなのがありますので、サイトによって雰囲気がかなり変わる面白いキャンプ場なんですよ。ここも人気で、かなりのキャンパーさんが毎回いらっしゃるサイトになってます。ぜひよかったらサイトを覗いてみていただければと思います。次は滋賀県の磯ベースになります。こちらも琵琶湖のキャンプ場なんですけども、湖畔ギリギリに張ることができるので、自然を感じたい方にはおすすめしたいキャンプ場になってます。で、基本的にはフリーサイトなので、張る場所が自由っていうのも個人的にはポイントが高いです。爆風の日に当たると本当に爆風なので、このあたり風防とかを一緒に持ってきた方がいいかなと思います。ただ、見る景色は本当に綺麗で、まるで絵画にいるかのような、すごく癒される場所なので、ここもおすすめしたいキャンプ場の一つになってます。次は兵庫県になります。佐野フォレストキャンプ場になります。ここはですね、夏におすすめしたいキャンプ場になります。標高が高めなので、夏でも気温が涼しかったのと、やっぱり虫が平地に比べれば少ないんですよね。
で、この日雨が降ったんですけど、涼しくてですね、結構おこもりでも快適に過ごせましたので、夏場で暑くてちょっとキャンプする気起きないけど、キャンプしたいなっていう方は、ここをおすすめしておきたいキャンプ場です。高知にあるということもあって、あとそこまですっごいメジャーではないのか、平日とかに来ると乾燥なので、ゆっくりしたいという方にはおすすめです。ただ、僕このキャンプの前日に熊が出没したという情報が入ったみたいなので、その点だけちょっと注意していただけたらなと思います。はい、それがなければ静かで金額も比較的安めでゆっくりできる涼しいキャンプ場なのでおすすめです。で、続きましてこちらも兵庫県神鍋高原キャンプ場です。こちらもですね、夏におすすめしたいキャンプ場です。もう今年真夏すごい暑かったじゃないですか。で、その時にここを選んだんですけど、夜間はすっごい涼しくてめっちゃ快適に眠れたんですよ。で、しかも移動まで結構時間かかるんですけど、最寄りのバス停からはそんなに遠くないので、豆腐キャンプの方も使いやすいんじゃないかなと思います。平日に使うと、比較的周りに人も少なかったりするので、ここもおすすめしたいキャンプ場の一つですね。さらにこちらは、ゴミもしっかり捨てれるので、豆腐キャンプで来ても安心です。で、また、豆腐県内に道の駅があるんですけど、そこで温泉に入れるので、この辺りも夏場でもすごく快適でした。涼しくて、とってもいいので、夏におすすめのキャンプ場です。で、続きまして、滋賀県牧野高原キャンプ場になります。ここもとても滋賀県では有名なキャンプ場の一つになります。で、登山もできるので、キャンプでして、その次の日の朝に登山して、またここ入り口に温泉があるので、一連の流れもおすすめです。で、続いて、和歌山県御坊にある円珠海岸キャンプ場になってます。こちらは、林の、雰囲気がすごい素敵なので、ハンモック泊もすごくいいですし、入り口の方に行くと海がすごく綺麗に見えるので、貼る雰囲気によってサイトも選べます。で、僕はこの日、ハンモックを使ってたんですけど、非常にですね、景色も海がすっごい綺麗で、あの、皆さんの雰囲気もすごくいい感じだったので、とっても楽しい一日を過ごすことができました。夜にちょっとうるさい方々が混じっちゃったんですけど、それ以外は本当に最高のキャンプ場なので、僕近くにいたら通っちゃうなっていうぐらい、すごく素敵なキャンプ場でした。差し入れなんかもいただきました。はい。朝日はこんな感じでしたね。すごい綺麗でした。続いて、こちらも和歌山県マウント Q というキャンプ場になります。こちらはですね、地球儀さんだったり、ギリメンヨッピーさん、酒好き親父のバズキャンプさんの、主に YouTube イベントで一緒に参加させていただきました。広いフリーサイトだったりとか、こういうふうにですね、個別のサイトなんかもあります。僕は個別のサイトを使わせていただくことになって、電源なんかもあったので、非常に快適に過ごすことができました。はい、こんな感じですね。夜になるとライトアップしたりするので雰囲気もかなり変わります。この日はイベントっていうこともあったので、かなりフリーサイトが華やかでとっても綺麗な感じになってました。その時の動画もまた別にあげますので、よかったらご覧になってください。兵庫古ボッケ自然公園キャンプ場です。こちらはですね、月に1回しか宿泊することができない代わりに無料なんですよね。無料のキャンプ場でこのクオリティはすごいですよね。管理人の方とかも、管理人というか多分ボランティアの方だと思うんですけど、チェックインした時にいらしてくださって、よかったら薪使いなとかっていう形ですごくフランクだったので使いやすかったです。本当にこう自然の中でキャンプもできて、これで無料なら言うことないなと感じた次第でした。はい、ここもハンモックできます。で、ここからは2023年行ったキャンプ場ですね。滋賀県の六谷崎浜オートキャンプ場ですね。ここ僕大好きです。琵琶湖がすごい綺麗に見えておすすめです。で、続きまして、和歌山の白崎海浜公園オートキャンプ場ですね。ここはYouTube でもたくさん出てくるキャンプ場なので、知ってる方も多いと思います。で、フリーサイトが使えなくなったので、個別サイトしか使えないんですけど、この岩のこの物々しい感じとか、雰囲気とか味わえると思います。ただ、すっごい爆風なので、風に強いキャンプ場を持ってくるのがいいと思います。で、近くにこう展望台があって、そこからの夕日や朝日がめちゃくちゃ綺麗なので、これを味わいに来てるような、そんな感じですね。ツイッターであげたらですね、テントを建てたら勇者ですみたいなセリフをくださる方もいらっしゃるぐらい、X か、非常にそこ注意なので、気をつけていただきたいと思います。もう夜中もこんな感じで、常にテントが揺れている状態でした。はい。で、こちらは大阪の谷川東オートキャンプ場です。こちらも、和歌山県沿いの和歌山県にかなり近いキャンプ場になってます。で、非常にサイト数も限られていて、マナーの言い方も多いので、複数使ってたんですけど、本当に静かで居心地よく過ごすことができました。はい。ここもおすすめですね。で、次は奈良県のアウルキャンプ場になってます。
でこちらは入浴施設がすぐ近くにあるので、どちらかというとファミリーキャンパー向けのキャンプ場ですね。ソロが僕ぐらいしかいなかったので、ちょっとだけ気まずかったんですけど、安心してキャンプをしたいという方にはおすすめなんじゃないかなと思います。はい、こんな感じで霧も出てて幻想的でした。続きまして、兵庫県淡路島の FBI 淡路になります。でこちらはですね、本当に海が目の前で砂浜の上に建てられるので、景色は最高なんですが、絶対に風が弱い日に来た方がいいと思います。僕この日、風が超強い日に来てしまったので、キャンプを楽しむことがほとんどできなかったんですよね。ポールに関しては折れてしまう始末で、日本一周中だったので、本当に途方に暮れたんですよ。で、風が強いと何がやばいかって、雨と風が混じると砂がどんどんいろんなギアに付着していくんですよね。ですので、テントのポールが折れたので、ビビーで逃げようかなと思ったら、このビビーの隙間からすっごい風が、風と砂が入り込んでくるということと、ギアが全体的に砂まみれになるということで、ちょっと夜中までですね、なんとかこのポールの復旧を頑張って、なんとかですね、リペアポールを使って、テントの中で眠ったという僕の中で一番過酷なキャンプ場だったという記憶が残ってます。そういう意味では、非常にコンディションがいい時には最高のキャンプ場だと思うんですけど、風が強い日に来るとめちゃくちゃ難易度の高いキャンプ場になるので、車中泊ができる方はまだしも、豆腐キャンプだと気をつけてほしいなと思います。こちらは兵庫県の日が奥渓谷キャンプ場というところなんですが、紅葉の時期にはぜひ行っていただきたい、おすすめしたいキャンプ場になってます。こちらはすべて去年に行ったキャンプ場になってるんですけど、紅葉の時期に来るとこんなに紅葉がすっごい綺麗なんですよね。至るところが紅葉化しますので、ここは湖畔に反射してですね、めっちゃくちゃ綺麗になります。ですので、他のキャンプ場では味わえないような雰囲気も味わえるキャンプ場なので、ここもぜひ皆さん行ったことがない方は一度、特に紅葉の時期に足を運んでいただくことをお勧めいたします。本当に綺麗なのでびっくりされると思います。はい、ということで、今回はこれで2024年に行ったキャンプ場の関西の中からベスト3と、あとは去年行ったキャンプ場も含めた全ての関西のキャンプ場のご紹介動画でした。いかがでしたでしょうか？やっぱり関西のキャンプ場も素敵なキャンプ場多いですよね。まだまだ行きたいキャンプ場がありますので、これからもどうぞご期待ください。それでは今回の動画が少しでも楽しかったなって思っていただけましたら、大変お手数かと存じますが、チャンネル登録、高評価、コメントなどいただけますと大変幸いでございます。最後までご覧いただきましてありがとうございました。ではまた。